こんばんは。すいません。またマイク忘れてました。こんばんは。ちょっとね、遅いスタートですけど、よろしくお願いします。遅いって同じか。なるさんこんばんは。ナーバルさんこんばんは。リーフさんこんばんは。ハローですか。こんばんは。いつもありがとうございます。今日もね、暑いです。めちゃくちゃ本気で暑い。全然雨という雨が降らないですね。なんでこんなに雨降んないんですかね。そろそろね、雨が降ってくんないと本当に困るんですけど。本当に困る。ちょっと待ってくださいね。あ、ごめんなさい。なんかくるくるします。普通にちょっと待って、良好に一応私の画面の方ではなってるけど、くるくるしちゃってるのかな。私の方でね、それを確認できないっていうのがね、確認する方法がもしかしたらあるのかもしれないけど、わかんないな。くるくるしてる？まだしてます？もうね、こっちでは一応良好って出てるかな。接続状態は非常に良好って出ているんですけど、どうなんでしょう。すいません。人も別に集まってないのになんでうちの画面はくるくるするんだろう。人がね、たくさんいるところ、人がたくさんいるところはくるくるしたりしてるみたいだけど、詰まったりしてるみたいだけど、うちはね、いつものようにゆるゆるのページなんで、そんなにないと思うんですけど、なんかいっぱい来るの。少々お待ちください。なんかうちはくるくるしてないんだけどな。非常に一応良好ですと出てます。少々お待ちを。携帯でさらにね、あら、メッセージがなんかポキポキして開けない状態にいますね。まあいいや。そんなこんなですいません。今日はちゃんとマイク入れたすぐ入れた。ちょっと遅れたけどね、すぐ入れた方なんでお許しください。今日はね、なんかね、すごいニュースが飛び込んできた。もうまだ死因がわからないらしいんですけど、42歳の起業家で、ブーストプログラム、アメリカがサイパンを助けようとする、ほら、残った資金のお金、そのお金を
左右してた人、こっちにあげるとかこっちにあげるとかっていうのを指示役の人一人の人がご自宅で亡くなられていたっていうニュースが入っていて、死因が分かんないって書いてあったよな。殺されたとかそういうわけじゃないのかもしれないし、まだ死因を書いてなかったんでわからないっていう状態らしいんですけど、ブーストプログラム結構最近問題にずっとなってるもので、なんかね、どこに配ったのかとかそういう裁判があったらしいんですよ。そこに証言者の一人として立ったりしてたらしいんですけど、その中ではなんだっけ、黙秘権を使って喋らなかったらしいんですけど、だからこの人の上にもまだ何かがあって言わなかったのか、その辺はね憶測にしかならないんですけど、そういう状態の方が亡くなられたって、まだ42歳だっていうからね、どういう、深掘りは多分サイパンなんでしないと思うんですけど、前もね殺人事件とかあっても一切深掘りがされないから、後のことが全くわからない状態で、その噂も四十九日だっけ、そんなんで消えてっちゃう状態なところがサイパンなんで、この人はね若いからね、42歳でね、まだ病死とかそういうのに当たるような年齢でもないしね、まだ全然わからないみたいですね。そういう関係者が亡くなるっていうのはちょっと偶然なのか、ちょっと考えさせられますよね。もちろん真相はわからないけど、こういう話がねあるとね、やっぱり怖いなと思いますよね。会社を経営してた方で、今の知事じゃなくて前の知事の一派みたいな感じで働いてたって感じの人で、ブーストプログラムに関わっていたらしいんですよね。本当こういう話を聞くと怖いなって思いますよ。捜査がねこれでね、真相もう分かんなくなってしまうのかもしれないし、この人が亡くなったことによってそれは本当に闇の中になってしまうのかなって。本当ね、サイパンはね深掘りがされないんですよ。それがどうなったのかとか、殺人事件が例えばあったりして、それが去年あたりも中国人の夫婦が亡くなられて、それは殺人だったんですけど、それも結局ね、人が興味がなくなっちゃったよっていう状態になると、みんな無視っていうか、なかったことのようになっちゃって、日本だとミヤネ屋とかね、ああいうところ、昼帯とかああいうのが突き詰めるっていうのかな、なんて言うんだろうね、追ってったりするじゃないですか。深読みみたいな感じの番組が多いから、新聞でもねもちろんね詰めたりすることが多いけど、まずここはきち
占めるってことがないですね。でもなおかつ今マリアナバラエティ一社になっちゃったから書きにくいこともあんのかなって、政府の対政府のことなんか特に書けないこともあんのかななんて思いますよね。だから分かんないです。またこれも分かんなくなっちゃうのかなって気はしますけど、なんかなっていう状態ですね。黙秘権を使った人がやっぱ亡くなっちゃうっていうのはちょっと怖いですよね。人数は発表されてないんで定かじゃないですけど、何が本当なのか。でも自宅でっていうことだから、自宅でね亡くなってたっていうことなんで、って考えさせられるような事件ですよね。そうって感じで。で、なんだっけ、ケニアの今日新聞に載ってましたけど、なんか法律が今日のサムネイルにも書きましたけど、14178っていうね大統領令が、今年トランプ政権に新たなトランプ政権になってから、この14178っていう大統領令でかなりなんかケニアンのカジノステーブルコインの方ね、コインが合法化されて、買えるんちゃうかっていう、この法令をだから法の隙間を結構くぐってっていう状態になる法令らしくて、で法令をね、なんつったっけな、どっかに書いてあったんだよな。どっかに書いてあったんだけどな。どこだっけな。ちょっと待ってね。まだね、あくまでテニアンが自治体レベルでこのステーブルコインを買ったっていうレベルではしか今はないんだけど、まあこの大統領令があるから大丈夫でしょうっていうことなんだよね。あった25年、今年の1月23日に出した大統領令らしいんだけど、これがねちょっと微妙なんだよね。トランプさんがそういうトークンみたいな街レベルのトークンとかもそういうのを応援しますよみたいな大統領令なんだけど、どうだっけな、あった。オープンで公共のブロックチェーンネットワークの利用を保護するデジタル資産に関する連邦規制の枠組みを180日以内に提出する専門グループの設置。あれこれ違うな。そうか。2022年3月9日に署名されたバイデン政権さんの14067っていうのを撤回っていうことで、この
アメリカのデジタル金融技術分野におけるリーダーシップを強化し、革新を促進することを目的としていますって書いてあるね。いや、それが法の抜け穴であるんじゃないかっていうことで、それが進んでるわけなんだけど、待ってね。だからそれでそのあれによってテニアンの MUSD っていうコインらしいんだけど、その方向に沿った具体的な取り組みの一例と言えるんだって。それでちょっと見えない。なるさん怖って書いてた。すいません。そこね開けちゃってたからね見えなかったんですよ。コメントすいません。だけどこの大統領令は連邦政府の方針転換を示すもので、直ちに地方自治体の取り組みを承認したわけではないと。中央銀行発行のデジタル通貨の導入を否定して、代わりに民間主体のオープンなブロックチェーンによる発展を推奨してるって。だからこれに合っちゃうんだよね。ケニアの追い風になってる感じだからね、やや前向きに進展したグレーゾーンではまだあるんだけど、180日後までに何かいろんな書類をトランプさんの方に出して、それで決まっていく、イエスかノーか決まるっていう感じだね。3ヶ月半年以内ぐらいってことか。で7月に発行予定って書いてあるから、テニアンの方があと2ヶ月だからずいぶん前に出してるってことなのかな。これはいずれにせよテニアン島だけでの、一応今のところはね、テニアン島だけの、トークン、サイパンダコインみたいなもので、実際はサイパンでも今は使えないっていう状況、もし発行されてても使えないっていうことなのかな。テニアン島レベルの話なんで、面白いのがやっぱアメリカの新聞とかはほぼ大手は全く取り上げてないんだよね。こんな大きいはずのことを、大手とかビットコインとかの大手の会社は全く取り上げてなくて、なんか小さいレベルのビットコインとかそういうステーブルコインとかの会社の新聞会社がちょっと記事にしてるぐらいで、大手が全く取り上げてないっていうのはちょっと微妙だからね。もしアメリカ初のこんなことが起きたなら、ここが先にやったぐらいの話で取り上げていくと思うんだけどね。まだね FRB とかが認めた裏付けがあるわけじゃないんで、ちょっとわかんないっていう感じなんだろうね。どうやってサイパンがそのコインをちゃんと使っていくのかを
こう理由付けをしていろんな書類を作って出していって、トランプさんがイエスと言ったならものすごいことになるんだけど、だからその法律その大統領令があるからみんなイエスの方に議員さんが乗ったんじゃないかなっていう感じはあるよね。そんでちょっと待ってねどこだっけな。このケニアンのローカル法案が出てきたのがまだ今年の3月ぐらいだったよね、確か3月4月5月、それでこんな早いんだって感じはするよね。まあその前からいろいろあれしてたんだとは思うけど、3月ぐらいに記事に上がってきてて、で4月にダメって言ったんだよね、確か。で5月のこの間に拒否権覆してほんとこの間決まったっていう感じだもんね。なんか早いな、こういうことは早いんだな。捜査とかは遅いんだけど警察とか動いてくれるのはものすごく遅いんだけど、これでね観光依存からの脱出をしようと思っているんだけど、結構どういう感じなのっていう、透明性がね疑われるところではあるんだけどちょっと待ってね。今の状態で言ったら、この MUSD っていうのはテニアン島では使えますよ、使えるのは確定してるわけだから、オンラインカジノもテニアン島の中ではできることが一応確定はしてるわけだよね。でその確定っていう意味は今のところはテニアン島の中だけオンラインカジノができますよ。だからなんかフェスティバルレベルの感じでは、全く問題ない。だからサイパンがそれが一緒かって言ったらそうではない状態でいるんだよね。今のところサイパンダコインと同じ状況サイパンダコインも政府は認めてたわだよね。あれどうだったかな。お祭り、あれは本当のお祭りレベルだったんで、これが本当にテニアン島のコインが本当にステーブルコインのレベルまで上がったら本当にアメリカ初のことだから、もういろんなところがこういういろんな自治体が今こういうことをいろいろ考えてやったりしてたんだけど、ことごとく却下されたりしてたから、今はまだ発行されてないし、7月ぐらいに発行される予定で、今はテニアン島内の今はっていうか、発行されればとりあえずはテニアン島内だけでは買えますよ、連邦レベルではまだ無理ですよっていう状態なんだよね。
かトランプさん喋ってる頃じゃないの、トランプ大統領が。今日ベルっていう話だったよね。ドル円がまたガタガタ動くかもしれないですね。なんかドンって下がりそうなところもあるけど、さっき見たらガンガン上がってたけど、ガンガンでもないか、同じようなところをずっといたけど、どうなんだろう。ちょっと待ってね、お水飲みたい。喉が少々お待ちください。乾燥してエアコンかけてまた乾燥させてるところで喋ってるから喉がガラッガラになっちゃうんだよね。ねどこ行ったっけな。どこ行っちゃったかな。パソコンがすごい音出してるな。嫌だな。探せない。探せない。探せない。ちょっと待ってね。探せないですね。なるさん、殺人だったら怖すぎ。ああ、さっきの話ね。そうだよね。まだね、死因が出てないんですよ。だからわかんないですね。死因が新聞には書いてないんで、発表もされてないんじゃないかな。だからまだ事故なのか、本当に自宅で病気になったのか、なんだかは全く分かんない状態みたいですよ。だからね、もちろん殺人事件だったら怖いですけど、この後のね続報っていうのが出てくるかどうかっていうのはね、ちょっとタイパンなんで分かんないですね。ほぼほぼ昔の事件っていうか、何か起こったらまず深掘りするっていうことがまずないんで、分かんない、本当に分かんないとしか言いようがないんですよね。そんでね、だからこのステーブルコインもテニアン島の今島の中だけで、島内のルールをで法律化しただけだから、アメリカ全体で OK が出たわけじゃなくて、例えばだから何丁目町会での使用は OK したけど日本全体で使えるとは言ってないよみたいな、そういう状態に今いるんですよね。でそのコインに対するアメリカドルをもちろんテニアン側が持っていないといけないんだけど、もちろんそのステーブルコインを発行するわけだから、その T ビルっていうんだけど、 T ビルを持ってるんだか持ってないんだか
それもまだわかんないだし、アメリカのね財務省証券、それをだなんて言ったら、ステーブルコインを発行することによって、そのドルとの同じ価値だよって言ってるから、ドルを持ってなきゃいけないんだけど、それをまだ持ってるかどうかは記載されてないよね。例えばこの何丁目町会のコイン、町会内の貯金が100万あるから100万担保するよって言ってるけど、その100万円が本当に金庫にあるのかどうかまだ分かっていないっていう感じだから、そのコインだけ発行しちゃっても、テニアンの中にもしなければただのコインになっちゃうしね。まだそういうところは言われてないって感じかな。だから観光客にはほぼほぼ関係ないよね。だから今のところね、7月以降発行されて、で半年経たないうちにその返事がトランプさんから返ってきて、で使えるようになりましたって言ったら、観光客の人にも使えるようになるかもしれないっていうレベルのところ。でオンラインカジノの合法化も決まってるわけだから、そのテニアン島レベルの話だけどね、今の状態だと、もし許可が下りなかった時はテニアン島だけで使える限定的コインになっちゃうし、サイパン、そう、なるさん、サイパンダコイン、サイパンダコイン、そうサイパンダコインね。連邦の銀行やシステムでは使えないテニアンの中だけの経済で使うローカル通貨になっちゃうから、結局トークンと一緒。この間のなんだっけ、テイストオブマリアナの。でも今はその大統領令があるからっていうことで、結構追い風、もしかしたら使えるようになるかもしれない。オンラインカジノとの連携がもちろん目的だと思うから、目的だと思うので、承認されたわけではないけど、これから正式に承認されたとなったら、でもこれが投資目的のものであってはいけなくなっちゃうから、名前が今 MUSD って名前になってるんだけど、投資目的で、例えばほらビットコインみたいに値段が今買ったら上がるとか下がるとか、そういうものであってはもうまず使えない、却下されてしまうものだから、買っても何の意味もないんだよね。結局はオンラインカジノの中で使うコインとして認められるっていうだけの話で、ビットコインとかとは特性が違う。そっからこの後もしかしたらそういうレベルまで持っていこうっていうあれがあるのかもしれないけど、これがあることによってステーブルコインがもし連邦レベルで認められるレベルになることで、結構お金が動かせることになるわけだよね、オンラインカジノ。
を通じて、動くことのリスクはあるけど、問題はやっぱりオンラインカジノがどこで出来上がるのかっていうことだよね。テニアン島内で出来上がらない場合は連邦レベルの法律に違法になってしまうから、国と国との流通にコインが買われてはいけないわけだから、いろんなね細かいとこが、サーバーをテニアンに置かなきゃいけないっていう、そういうのが出てくるんだよね。連邦の問題としてね、連邦の法律に当たらないようにするっていうことに対して、もしこれ本当に通ったら、本当にいろんなニューヨークとかだってこういうコインを出したいってやってたんだけどダメになったことがあるんだよね。だからもう注目されること間違いなしだと思うんだけどね。今でもできるのかできないのかぐらいの感じでアメリカ本土とか見てると思うんだけど、こういうブロックチェーン協会っていうの、なんていうの、そういうところでは見てると思うんだけど、だから今はまだ町おこしぐらいの感覚でみんな見てるから、まだ大きなニュースにはならないっていう感じなのかな。トランプさんがどっちかっていうと、そういうステーブルコインの促進っていうの、もっと頑張れみたいな、そういうのをバンバンやれみたいなのを応援してる方の立場らしいから、どうなるのかなって感じ。ね、テニアン政府はほら、それをカジノと結びつけてデジタル経済活性化に活用する計画なんだよね、結局は。だけどそれをやるには追加の法律、が必要になっちゃうし、かなり、だって日本だってオンライン賭博がダメでしょ。韓国もダメ、中国もダメ。オンラインカジノってやっちゃいけないんだよね。で、アメリカも州によってかなりな州がオンラインカジノは規制してるから、そういうところから入らないようにかなりなことをやっていかなきゃいけないと思うんで、どうなのかなと本当にちょっと不思議に思いますね。どうやってやっていくんだろうって。ちょっとおかしいっていうか、なんて言うんだろう、難しいね、本当にそういう法律の。でも一段階の法律はクリアされたっていうことになるわけだから、追い風は吹いてるのかなって感じはするよね。なんてね。
ちょっと待ってね。なんか同じ記事ばっかり出てくるな。今本見てるんですけど、同じ記事ばっかりが繰り返されて、見たいところが出てこなくて。なるさん、ここ行きました。どこだ？ここがどこだかわかんないよ、私が。画面がちっちゃすぎて。どこだ？これなるさんわかる？どこ？メモリアルパークだ。アメリカンメモリアルパーク。ここは前行っただろうね。よくわからない。もう私の画面はちっちゃく出てるんで、どこだかわかんない状態ですね。携帯の画面と同じぐらいの大きさで出てるから。記事でね、目につくものがあったんだけど、どっか行っちゃったな。どこ行ったかな。気になることがあったんだけど、なっちゃったな。どっか行っちゃったな、その記事が。記事自体が消えちゃったな。なくなっちゃった。ちょっと気になる記事があったんだけど、なくなっちゃったな。まあいいや。このね、だからテニアンと、連邦法律との関係と、あとリスクか、あとはね、ネットギャンブルへの支払い処理を禁止する法律があるのね。でも違法なネットギャンブルだから違法じゃなくなったから、合法になったから、この UIGEA っていう法律はクリアできるんじゃないかと思われるんだけど、一応違法じゃないじゃん。今度合法になったわけじゃない。国案内では認められたからっていう解釈もできるんだけど、ちょっと微妙なんだよね、これで。あとワイヤーアクトって言って、もうすっごい古い法律かなんかなんだよね。戦前か戦後だかっていう、戦前ぐらいなのかな、戦後なのかな、まあそのくらいの時にできた法律があって、それはスポーツ賭博に関する通信を禁止する法律なんだけど、この法律が最近ではスポーツ賭博だけに及ばず、ポーカーとかギャンブルっていうものに対してダメって言われてるような法律なんで、これがまた微妙。ワイヤーアクトっていうやつ、戦後ぐらいにできたような法律だから、どう変わってるかはちょっとわかんないんだけどね。連邦政府の承認が得られば他の地域での利用が可能になる可能性があるけどっていう状態で、探してると見つかんないな。すごい気になる字があったんだけど、それが何の記事だったか忘れちゃったんだよな。どこに書いておいたんだけどね、その書いておいたところが見つからない。
どうにもならん。ちょっと待ってね。スポーツ賭博、この法律昔あったっていうか今でもあるらしいんだけど、州をまたいだ通信、電話やインターネットでの賭博を禁止する法律なんだって。だからこれ微妙だよね。州をまたいだって。サイパンからだとどこでも州またいじゃうわけだから、それがちょっと微妙で。スポーツ賭博って書いてあったから、バカラとかルーレットには関係ないんじゃないかなとも思うんだけど、違うところを見ると関係ありますよと書いてあるのがあって、なんか微妙。連邦法でグレーって感じだよね。微妙にグレー。とにかくビットコインみたいに投資性があったらまずアウト。ワイヤーアクトっていうのはスポーツゲームに対しての法律、スポーツの賭博に対する法律だと思うので、ギリいけんのかなって。この辺がトランプさんが今年言った大統領令で全てっていうか半分ぐらいがクリアになったから、あとこの辺だよね。あとはもちろん投資目的じゃないっていうことと、なんだっけな、これじゃないかな。だから承認されなかった時はちょっと困っちゃうけど、承認されなかったら困っちゃうが、このコインが他の場所で売買されたりするとダメになっちゃう。結局そのカジノの中だけならまだ OK だけどっていうところに、難しいなこれ。今お願い中だからね。トランプさんどうにかしてよっていうお願い中なんで、トランプさんね、今喋ってるところかな、議会かなんかで、議会が終わって喋ってるところ、議会で喋ってるのかな。でもこの14178っていう法律がある、それを大統領令があるっていうことは、今のところダメだよっていう理由がなくなってきたっていう感じだよね。オンラインカジノもステーブルコインも合法範囲であれば OK っていうスタンスに近くなってきた。実際ほら昨日も話したプエルトリコ、バージン諸島、そういうとこでもこういうコインの話が進んではいるんだけど、まだ全然だけどね。価値の保存手段として使われて、投資目的で保有されたり、価値が上がることを期待されたりすると、もうその時点でこのコインが使えなくなっちゃって、ハウイテストって言ってなんか4つの条件があって、これに引っかかるともう
登録なしの証券取引で違法になっちゃうらしいんだよね。そのハワビーテストっていうのが何なのって感じなんだけど、それに引っかからなければ OK になっていく可能性が大きい。どこ行っちゃったっけな。私の気になる記事がなくなっちゃったよ。ずっとステーブルコインの話しなきゃなんなくなっちゃうな。すごい気になる記事があったんだけどな。どっか行っちゃった。とにかくこのステーブルコインは投資目的ではありませんってまず歌うことが一番寛容になってて、オンラインカジノでしか使えないコインです。常に1ドルが1コイン、利息もつかないし値上がりもしないっていうことが条件になってくるっていう感じなのかな。トランプさんからしたら一応ダメという理由が見つかんないよね。大統領令があるってことは、やっちゃダメっていう理由はつけるとしたら、他のとこもやってないんだからまだダメだよっていうぐらいのことかな。あとは投資目的がありそうだからダメっていうか、わかんないね。本当にこれケニアンでカジノがオープンした時に、だからあとはアラブ諸国の人とかなのかな、中東の人がやるのかな。日本はダメでしょ。今回漫才師の人とかがいっぱい摘発されてね、ちょっと問題になったりしてるから、日本ではかなりオンラインカジノをやる人も少なくなってきてるのかなとも思うし、法律では違反だから、韓国もうるさいみたい。韓国なんか結構なんか韓国の中で遊びに行った時にでもインターネットでちょっとエッチなお店みたいなのを調べたりなんかしても、それだけでただこう飲み屋を調べてるだけなのに、それだけでビビッとかダメですみたいのが出るらしいよ。危険ですよみたいな。結構厳しく管理されてるみたいだから、インターネットカジノは違法だからダメでしょ。中国はもちろんダメ。インターネットカジノダメ。中国の人ってでもすごいからね、くぐり抜けるのもすごい技だと思ってるからね。そういうところでそこまでできる人がオンラインカジノをするかっていうとどうかと思うけど、趣味の範囲でやるぐらいだろうと思うけどね、香港に行けばできるし、お金持ちはね、ああいうとこに賭博場にちゃんと行ってやるんだろうから、アラブ諸国、中東の人とか、この近辺ではないけど、ロシアの人とかはできんのかな。調べなかったな、そういうとこが。オンラインカジノはリーガルなのかイリーガルなのか、ロシアとかわかんないな。中国はダメって、全くダメって書いてあったけど、中国はね一番厳しいらしい、法律的に。日本とか韓国から比べても
めちゃくちゃ厳しい刑罰とかがあるらしい。ファーウェイテストが出てきた。ファーウェイテストっていう4つの条件があって、意味がわかんない。当てはまったら証券だとみなす。お金の投資がある。誰かがお金を払って何かに参加すること。意味がわかんないな。共同事業である。お金を払った人たちの利益や損失が他の人たちと一緒に動くこと。よくわかんないこれ。なんだこれ。みんなが同じレベルコインを保有してその価値や使い勝手が同じ。意味わかんない。他人の努力によって3番目、他人の努力によって利益を期待する。自分じゃなくて運営者など他人が頑張ってくれたおかげで利益が出ることを期待する状態。このステーブルコインが人気になれば価値が上がるかもと思って買う。なんとなくこれはわかる。4番目、利益の主な源が他人の努力。どういう意味？利益の発生源が自分の努力じゃなくて運営者などの動きに依存していること。意味がわからない。全く。ステーブルコインを開発管理している企業がどれだけマーケティングしたかで価値が変わる。意味わかんない。この4つが全部当てはまったら証券だよと判断されてダメになっちゃうんだって。意味がわかんない。全部意味がわかんない。わかりやすく書いてあるみたいなんだけど頭に入ってこない。この4つに当てはまらないようにすればもちろん合法になってるわけだから、もうステーブルコインが買えるように連邦からあれが降りるらしいんだけど、今の逆に当てはまらないようにすれば OK ってことだから利益を生まないことでしょ。価格が常に1ドルってことでしょ。ギャンブルが目的、オンラインカジノが目的なことが明確であるってことだよね。難しいこれ。他人の努力で価値が上がらないような仕組みにすればいいんだよね。もう意味が分かんなくなってきちゃった。まずこれを4つをクリアすればこれは証券じゃありませんっていうことになるわけだから、それでセーフになるよね。難しい。なんか意味がわからないことかな、本当に。でもここが一番リスク背負ってるっていうか潜んでるところなんだろうね。サーバーも中国だったりどっか違うところに置いちゃうと、もうアメリカがこう目をつぶんない限りは一気に話変わってきちゃうってことだよね。ダメってことだもんね。薄め開けたぐらいだったらまだいいのかなって感じ。もしサーバーがねケニアンじゃなくて違う諸外国で置かれたらとしたらもう正体不明とかそういうことでまずダメなんだって。
OFAC 規制が絡むリスクもある。なんだそれ。外務省の制裁だって。中国政府や人民解放軍とつながりがある企業と関係してたらそうなるんだって。そうねえ、わかんないけど、国防サイバーセキュリティの観点からチェックされる。例えばサーバーが中国にあってデータ資金の流れを中国系企業が握っている場合、スパイ行為の温床とみなされる。国家安全保障の観点で FBI や DHS が動く可能性があるんだって。トランプ政権や共和党政権なら特に警戒される。そうなんだ。なんか難しいけど、難しい後にこんな文章が出てくるとは思わなかったけど、そういうことがあるんだって。もしかしたら合法の形を保つための鍵、サーバー決済運営を CNMI またはアメリカ国内に置く。どうだろうね。運営企業がアメリカ国籍またはアメリカの透明な企業体制であること、中国資本が関与していても完全に表に出ないこと。それはそうだろうね。これね、どういうこと書いてあるんだろう。アメリカドルにペックしたステーブルコインが SEC や財務省にちゃんと登録報告されていること。意味わかんない。これが合法の形を保つための鍵らしい。結論はテニアンで合法化されても中国の色が強すぎると連邦政府に止められる可能性が高いってことだよね。トランプさんが小さな島でステーブルコインをやっていいよと言ったのはアメリカの国益になるという前提があっての話。国益を脅かすような外国資本の関与が見えた時点でトランプさんもノーという可能性が出てくると。そういうことらしいわ。そりゃそうだろうね。そうだよね。トランプさんアメリカファーストっていつも言ってるんだもんね。ブロックチェーンっていうのも結構ね、なんだろうあれ、名前は出てる。名前は本名は出ないけど、パンダってつければそのパンダっていうのがクリアだよね。あれは何喋ってんだかよくわかんなくなってきちゃったけど。とにかくそのテニアン島のコインはオンラインカジノで使えるコインであって、世界中で自由に投資や送金に使えるコインじゃないよっていうことだよね。それが今の立ち位置かな。オンラインカジノにオンラインカジノってそんなに人気あんのかな。怖くてやっぱりなんかオンラインカジノって手出せないけどね、なんか怖っていう感じがして、なんか騙されそうっていうのが先かな。
平気だよって言ってた人、昔お客さんもいたな。でもちゃんとやれるしっていう人もいたよね。こんなのが本当に出来上がったら、今度逆に連邦が認めたら、逆にテニアンとか、テニアンは特にだよね。すごいってことになっちゃうよね。本当にアメリカ初はもん。みんなやりたくてやりたくてしょうがないようなことで、やれないで止まってるようなことをやり始めたっていうことだもんね。でもやっぱり法律っていうか自治体が緩いから入ってきたんだろうなって思うよね。トランプさんが推してるトランプコインなんだっけ、ミームコインだっけ、ああいう風になっちゃったら大変なことになっちゃうけどね。ネットで結局売買される株みたいになっちゃうから、今のところはね、サービス内のただのコイン、テーマパークの中の特権みたいなもんだよね。そういう状態になってるから、まだ探してんだけどないんだけどな。この記事がないんだよね。これ話したいなっていう記事があったんだけど、ちょっと見つからない。見つからないな。どっか行っちゃったな。まあ、とにかく今はだから連邦法に一応は違反してない、大統領令のおかげで今んとこね、ワイヤーアクトには引っかからないんじゃないかっていう、こうワイヤーアクトっていうのが古すぎて、なんかこの法律が前になんだっけな、オンラインカジノだと思うけどな、なんかギャンブル系のものでこれに引っかかるからっていう記事があったんだよね。でスポーツじゃないじゃん、でもダメだよっていうのがあったんだよね、アメリカの中で。忘れちゃったんだけど、その記事をね一生懸命探してたんだけどなくなっちゃった。このね、ワイヤーアクトっていうのがちょっとね、どういう風に解釈していいかがわかんない。なんかないなくなっちゃったな。今日ないなってばっかりしか言ってないね、きっとね。ごめんなさい。ね、記事を取っといたのがなくなっちゃって、それをまだ探したくて見てるんだけど見つからない、全然。なるさん、
わ、ごめんなさい、なるさん、楽しみって書いてあったの。すいません。大丈夫って。ありがとうございます。すいません。コメント見てなかった。さあ、ノバルさんは、ナバルさんか、ナバル、ごめんなさい。ナバルさんは寝てるか。大体寝てるんだろうな。うーん。待ってね、ないな。でも優秀な人がもしテニアンとかにあのサーバー管理とかでね、テニアンとかにいたらなんか1ヶ月か2ヶ月ぐらいは楽しんでいってくれそうだけど、何ヶ月ぐらい、でもそういうサーバーに優秀な人はコンピューター系が好きだからインドアが好きなのかな。だからでもそういう人たちはウーバーとか使うだろうからないからね、サイパンには、サイパンケニアにはそんなものはないから、すごい飽きてしまいそうだよね、そういう優秀な人が来ちゃったとしたら。アメリカでもなんだっけ、どこだっけ、ネバダとかその辺は OK なんだけど、ユタ州がダメとか、どっちが OK でどっちがダメだったかわかんないけど、州によって全くダメなところといいところがあるんだよね。オンラインカジノやっちゃいけない州とか、やってもいい州とか、その辺のところを分けなきゃなんないっていうのはかなり難しいよね、いずれにせよ。IP アドレスっていうんだっけ、そういうのをきっちりしなきゃなんなくなっちゃうもんね。観光客が増えるかって言ったらそれは関係ないと思うけどね、自身のところの税制が豊かになるっていう感じだよね。テニアンだけお金持ちになっちゃって、サイパンには渡しませんよって感じになっちゃったら、テニアンが本当に夢の国になっちゃうよね。テニアンに住んでる人が税制は緩くされますよみたいな、よく日本でも競馬場とか競輪があるとことか、そういう賭博があるところっていうのは税制が安いだったりするでしょ。そんな感じがもしかしたら起きるかもしれないよね。めちゃくちゃ儲かったりすればサイパンとかロタにも恩恵があるかもしれないけど、ね。トランプさんがあとはどういうかだよね。海外のカジノで、海外じゃないんだけどね、アメリカのカジノなんだけど、ネバダ州とかニュージャージーとかもこういうやつをやりたかったのに、テニアンだけ特別かよっていう話にもなるから、もうロビー活動がね、どういう風に動くかっていう感じかな。結構だから追い風になったの、トランプさんがイエスと書く日が来るのかなってどうなのかなって感じですよね。とにかく投資性がないっていうことなので、それを買ったからって儲かるわけじゃなくて、
カジノの中でのだからチップだよね。コインっていうだけの話って感じかな。まあ、そんな感じです。なんか喉が調子悪いし、なんか鼻が調子悪いです。なので今日はこの辺で終わらせたいと思います。聞いてくれた方ありがとうございます。トランプさんの演説は演説じゃないや、報告だっけ、議会の報告だっけ、なんだっけ、どうなったんだろう。ノルエンはどこにいますか。変わってないじゃん、同じようなとこにいるじゃんね。トランプ法は出なかったのかな、わかんないけど、聞いてないし見てないから、まだ出てないとかそういう話なのかな、わかんないですけど、そういうことで今日はこれで終了させていただきたいと思います。今日はなんかね、本当に話にならなかったね。何も記事を探すことでなんかこっちに頭がいっちゃって、ないしか配信の中で言ってないかもしれないんで、すいませんでしたね。ログにコメントもあんまりないコメントなのに読まないですいませんでした。すいません本当に。ということで、また明日元気であればやりたいと思います。もしよければなんだっけ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日。すいません、今日の本当配信ボロボロで本当に申し訳ない。失礼いたしました。